ガイアー、地球の皆さんこんにちは。地球の表面積の7割海。どうも、月くんです。今日はウルトラマンガイアという作品の魅力について語りまくるという動画です。ウルトラマンガイアとウルトラマンアグルのヒーロー解説動画はまた後日出そうと思います。作品の魅力を語るシリーズ、前回はウルトラマンマックスの動画を出しましたけど、正直どのシリーズも10分そこらで語れるようなもんじゃないと思ってますので、だいぶギュッとしてますけど、その辺よろしくお願いします。ピンチのピンチのピンチの連続、そんな時登録者が欲しい。はい、ウルトラマンガイアは平成3部作の3作品目で1998年から1999年まで放送されていた作品ですが、同じ3部作のティガ・ダイナとは全く別の世界での物語で、つながりは基本ありません。皆さんよくご存知のウルトラ兄弟たちが活躍した宇宙が M78 ワールドもしくは M78 スペースなんて言われてますけど、ティガ・ダイナの世界がネオフロンティアスペースで、そのどちらでもない世界、どちらでもない宇宙の物語です。他作品とのつながりが一切ないですので、事前に入れておいた方がいい知識とかも特にないですので、ガチのマジで誰でも楽しめる作品となっています。道端でウルトラマンガイア見てくださいって無差別におすすめしても成立するぐらい知識がなく楽しめます。20世紀最後の作品ということで、制作費がかなり豪快にかけられていて、一説によると第1話だけでなんと1億円の制作費がかかったとまで言われています。ウルトラマンガイアの代名詞の一つでもある着地の瞬間にドーンってなるやつあるじゃないですか。当時はあれ1回で数百万かかっていたという話も聞いたことがあります。あくまで聞いた話です。それが本当ならもうガイアがもうその辺をチュチュチュって走っただけで家が建つぐらいのお金がかかっていたことになりますよね。まあ関係者ではないですので、事実かどうかわからないですので、プロ野球選手の推定年俸ぐらいに捉えておいていただけると助かります。まあでもそういう話が出るくらいにはお金がかけられていたというのは事実ですね。まあ平成3部作は全体的にお金がかけられてると思うんですけど、ガイアはその中でも一番だという認識をしております。そのことに関してはまあいろいろなご意見もあると思うんですけど、そのお金をかけた分、迫力も内容の完成度も凄まじいことになってます。最近ウルトラマン Z が星雲賞という大変名誉な賞を受賞したということで、自分を含めてウルトラファンみんな大喜びだったわけですけど、その星雲賞がウルトラマンティガ以来となっているわけですけど、実はこのウルトラマンガイアも星雲賞ウルトラシリーズ2作品目となるはずだったんですけど、ウルトラシリーズが2年以内にもう一度受賞するのは規約違反になるから受賞できなかったという過去があります。それ言われたら何も言えねえわって感じですよね。ルールなんですから。ですが実質星雲賞受賞作品といっても過言ではないと思います。しかもそれだけではなくて、ハリウッドからリメイクさせてほしいという依頼が来たという逸話も残っています。すごいですよね。まあこれでウルトラマンガイアが誰の目から見ても素晴らしい作品ですごく面白くて評価されまくっていたということが分かっていただけたと思うんですけど、ここからは具体的にどういう面白さ、どういう魅力があるのかをお伝えしていこうと思います。はい、ここから具体的な話をしていきたいんですけど、ガイアの魅力を10分やそこらで語るのは不可能ですので、スーパーの試食コーナーの一口いかがですかぐらいのノリでしか紹介できないかもしれませんが、よろしくお願いします。まずウルトラマンガイアという作品の魅力の一つ目は、ウルトラマンガイアとウルトラマンアグルの2人のウルトラマンの魅力です。2人のウルトラマンはそれぞれ高山ガムと藤宮ヒロヤという人物が変身しています。だいたいこういう赤色の主人公と青色のもう一人の主人公みたいな作品って、熱血バカのコミュ力お化けと冷酷なコミュ障キャラという描かれ方をすることが一般的には多いと思うんですけど、この2人に関しては違う部分も多くあって、まず2人とも異常に頭がいいんですよ。ちょっと勉強できますとかそういうレベルではなくて、2人とも世界トップレベルの頭脳の持ち主です。2人ともって珍しくないですか？アルケミースターズという世界の天才児たちしか入れない組織に2人とも所属していた時期がありました。で、ガムは赤色キャラにありがちな熱血衝突猛進って感じでは全然なくて、優しくて純粋だけれども正義感はしっかりあるといった感じで、藤宮は冷静ではあるんですけど冷酷では決してなくて、初期はガムと意見が違って結構対立するんですけど、ちゃんと彼なりの根拠があっての対立です。普通主人公が強い怪獣とか厄介な怪獣に対して言いそうなことって、
〇〇光線が効かないとか、なんて強さだとかだと思うんですけど、ガムの場合、不連続的存在、まさか量子飛躍かとか言うんですよ。いや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 、わからんわからん。そら千葉さん坊も、すまんが分かるように説明してくれ。って言うわ。富士宮は富士宮で光量子コンピュータークリシスというものを開発したり、なんかいろいろ博士号とか特許とか持っていて、同じく天才なんで、ある意味2人とも人間のままでウルトラマンなんですよね。そんな2人が最初結構バチバチで、丸々1話使ってウルトラマン2人が殴り合ってる回とかあるんですよ。登場怪獣なしで30分ウルトラマンが喧嘩してます。その喧嘩がきっかけでどえらいことが起こったりもして、まあ最終的には2人が協力して戦うようになるんですけど、そうなるまでの過程が大きな見どころの一つですので、ぜひ注目してみてほしいです。そして何といっても、そんな2人が授かった2人のウルトラマンの力が地球の大地の力と地球の海の力なんですよ。ウルトラマンイコール宇宙人じゃないですか、普通は。でもこの2人は地球の力で戦うウルトラマンなんですよね。だからウルトラマンの代名詞である活動時間3分とかっていう制限時間もないんですよ。まあ一応スプリームバージョンは1分っていう制限があるらしいんですけど、だから基本的には胸のあれもカラータイマーではなくてライフゲージなんですよ。この辺がいろいろ新しくて当時衝撃でしたし、しかもただ新しいというだけではなくて物語に大きく関わっていて、ちゃんと意味のある設定になっています。まあガイアもアグルも力の起源は宇宙だって話もあるんですけど、ガムと富士宮が力を授かった時には地球の大地の力と地球の海の力として授かっているので、地球出身と言っていいと思います。考え方の違う2人の天才が地球出身のウルトラマンとなって繰り広げられるドラマが最高に面白いです。2つ目の魅力は、まあスーパーの試食の2口目ですよね。2つ目は怪獣の見せ方です。どういうことかと言いますと、基本ウルトラマンガイアは根源的破滅将来体という謎の存在と人類とウルトラマンとの戦いの物語なんですよ。根源的破滅将来体って何やねんっていうのをちゃんと説明していたらちょっと時間があれなんで、需要がありそうなら後日そこだけを掘り下げた動画も出そうと思います。めっちゃ簡単に説明すると、ウルトラマンガイアの地球の平和を脅かす謎の存在とだけ伝えておきます。その根源的破滅将来体が地球を破滅に導こうとするんですけど、そのやり方がめちゃくちゃ性格が悪くて、宇宙中の厄介な怪獣とか厄介な生物とかをひたすら地球に差し向けてくるんですよ。まあウルトラマントレギアみたいな感じですね、性質だけで言えば。自分たちで地球に来ることはあんまりなくて、でも来たら来たでめっちゃ強いやつが多くて、本当に性格悪くて強くて怖くていやらしい存在なんですよ。それだけでも独特で珍しい設定だと思うんですけど、破滅将来体とは別で地球にもともと生息していた怪獣たちもいるわけです。これまでの作品だったら、今日は宇宙から来た怪獣と戦います、来週は古代怪獣が蘇ったので戦いますみたいな感じで、怪獣は怪獣で立場上は一括りにされていた場面が多かったと思うんですよ。でもウルトラマンガイアはそこをしっかり分けて登場させて、そこがミソなんですよ。ウルトラマンガイアの世界はそれまで怪獣が出たことなかったんで、最初は人類からしたら宇宙産であろうが地球産であろうがどっちにしろ街とか壊れるんで、違いとか特に気にせずに似たようなもんだったんですけど、途中からだんだんあれれなんでこいつら出てくるんだってなってくるわけですよ。根源的破滅将来体と地球怪獣の中で、怪獣と怪獣の中でも立場が違うわけです。で、人類には人類の立場があって、ガイアにはガイアの立場があって、アグルにはアグルの立場があって、破滅将来体と地球怪獣にもそれぞれ立場があって、この辺が複雑に絡み合いまくって最高に面白いストーリーが展開されていきます。ウルトラマンだけじゃなくて怪獣も単なる敵としてだけではなくて、2つの方向性で怪獣を同時に魅力的に見せてくれるすごい作品です。3つ目の魅力、試食3口目はリアリティの高さです。怪獣が出てくる時点でリアリティもクソもないわっていう元も子もないこと言い出したらあれなんですけど、平成作品は全体的にリアリティという面ではすごく上がっていたと思うんですけど、その中でもガイアは特にそういう作品だなと思います。地球をテーマにしていますので、扱う問題が環境問題とかだったりするっていうのももちろんあるんですけど、それだけじゃなくてまず専門用語が異常に多いんですよ。物語を理解する上では全然覚える必要とかないんで安心してほしいんですけど、とにかく専門用語が多いです。怪獣を解析した時とかに出てくる専門用語で
ありえないことが起こっていることに対してそれっぽい説明をしてくれるんで、それはもちろん理解することはできないんですけど、なんかわかんないけどやばそうなことが起こっているっていう独特な臨場感とか説得力がウルトラマンガイアにはあるんですよ。それに加えてガムが所属しているシグという防衛チームの隊員たちの精鋭っぷりですとか人間ドラマがリアリティを増加させている要因となっています。シグってこれまでの防衛チームと違って陸海空でそれぞれ専門部隊があるんですよ。だから登場人物もすごく多いんですけど、それぞれにちゃんと細かい設定ですとか人間ドラマが用意されていて、それがまあ素晴らしいこと、それを語り出したらキリがないですので、今回の動画では特にリアリティがすごいなと思ったことを紹介させていただこうと思います。その専用チームの一つにチームシーガルというチームがあります。このチームはなんと人命救助専門のレスキューチームです。ウルトラマンの世界って怪獣出ました、民間人の避難は完了していますってすごいスムーズに避難が完了して、そのおかげで物語がスムーズに進行するっていうのはあると思うんですけど、それすらも覆してくるという。レスキューって仕事はな、救助を待ち望んだ人間の力尽きて息絶えた遺体を運ばなければならない時もあるとか言うんですよ。ドキュメンタリー番組ばりのリアリティですよね。興味が湧いた方はぜひウルトラマンガイアを見てください。はい、ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。ウルトラマンガイアの魅力はギュッとするとお金がかかっていて、ウルトラマンと怪獣の両方を複数の楽しみ方ができて、人間ドラマも細かくある素晴らしい作品ということです。めっちゃギュッとしたな。ガイアの魅力は当然まだまだこんなもんじゃないですし、しっかり魅力的にお伝えできたかどうかは不安ではあるんですけど、51話の長丁場なんで、まだ見ていない方は気合を入れてみてください。と言っても1日2話見れば1ヶ月かからないで見終われますので、意外とすぐです。2話で見るのを止めれればの話ですけどね。こんな感じの作品解説や怪獣系のランキング動画ですとかヒーロー解説動画など、どんどんウルトラマン系の動画を公開していきますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で。さよなら。